こんにちは、マリンズシングルキッチンのマリです。今日はね、ちょっとナッペを失敗しちゃったので、こうやって出てきちゃいました。ナッペっていうのはケーキの周りにクリームを塗ることなんですけれど、今日はね、クリームがボソボソというかデロデロというか、本当にすいません。失敗の言い訳、じゃなくて、その原因というのかな。それは今日のちょっと室温がね30度以上あったんです。で、私エアコンが苦手なんでエアコンをつけずにクリームを塗ってみたりしちゃったんですけど、それが第一の失敗の原因です。で、やっぱり生クリームね、特に乳化剤が入っていない純正の生クリームっていうのは温度に注意しないといけないんですよね。もうそれを分かってて、暑いところでナッペしたり、絞り出したりとかそういうことしちゃいけないって分かってるのについやっちゃって今日大失敗しました。まあそれでもなんとかね、とりあえず仕上げて食べられる形にはしたんですけれども、これからはね、肝に銘じてちゃんとエアコンをつけるか、あるいはちょっと夏のナッペは諦めてとかね、そんな風にしたいと思います。そして今日のデコレーションはグラデーションのねデコレーションにしようと思ったんですけれども、寒くなってからリベンジしたいと思います。そしてシフォンケーキの方ですけれども、今日は米粉でシフォンケーキを作りました。いつもはね小麦粉で作ります。だいたいシフォンケーキのレシピは小麦粉で作るものがほとんどだと思うんですけれども、米粉のシフォンケーキもね美味しいです。小麦粉の場合はちょっと軽くふわふわという感じでね、口どけのいいシフォンケーキが出来上がるんですけれども、米粉の場合はしっとりした感じに出来上がります。で、今日のシフォンケーキね、米粉のシフォンケーキは、膨らみが心配だったんですよね。卵黄を3個、卵白を4個入れたので、膨らみはもう少し良くなるんじゃないかなと私は予想してたんですけれど、生地入れた時の分量もあれまずいかななんて思って、オーブンに入れた後きちんと膨らんでくれるかなってちょっとドキドキしながらオーブンの中を見つめてたんですけれども、とりあえずねあのぐらい膨らめば合格かなと思います。というか、もっとねもこもこ膨らんで型よりも大きくはみ出すぐらい膨らむとなんかシフォンケーキらしくていいなって、そういうこともあるとは思うんですけれども、大きく膨らむっていうことはその分ちょっと焼き縮みもねしやすくなってしまって、焼き縮みした部分っていうのはちょっと食べるとね食感もあまり良くなくって残念なシフォンケーキになってしまうので、だったらそこまで膨らませないである程度膨らみを抑えて焼き縮みはさせないっていう、そういうシフォンケーキを目指すのも大切なことかなと思っています。というわけで最後まで見てくださってありがとうございます。この動画がいいねと思ったら高評価ボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録の方もお待ちしています。それでは次回またお会いしましょう。